トイボールファクトリーです。今回はフィギュアライズスタンダード、アンプリファイド、オメガモン X 抗体をゴールド4色を使ってテッカテカに塗装していきます。箱はこんな感じ。フィギュアライズスタンダード、アンプリファイド、オメガモン X 抗体は2021年11月に発売された最新キットで、デジタルモンスターゼボリューションに登場するロイヤルナイツの一員です。ド派手にアレンジされたオメガモン X 抗体はどんな組み味でしょうか。それでは作っていきましょう。ということで、フィギュアライズスタンダードアンプリファイドオメガモン X 抗体を作っていきます。デジタルモンスターゼボリューションに登場すると言っておきながら、実は見たことないんですよね。デジタルモンスターゼボリューションは配信などは行われておらず、古の DVD 販売でのみ視聴可能なようで、視聴のハードルが結構高いですね。僕らのウォーゲームに登場したオリジナルのオメガモンは結構好きなので、いずれ作りたいと思っているんですが、なかなか再販されず手に入りづらいんですよね。そんな中で発表されたオメガモン X 抗体、こちらは予約して購入することができました。発売から少し経ちましたが、まだ店頭で見かけることもあるので、入手性は悪くないようです。おっと、パーツのピンをニッパーでカットしています。今回作るオメガモン X 抗体ははめ合わせが硬い箇所が多く、分解するのが難しそうだったので、部分的に接続ピンをカットしてはめ合わせを緩くしておきました。デザイン上でも細長いパーツが多く、はめ合わせがきついと分解するときに余計な力を込めてしまって、パーツを破損してしまう可能性が高かったので、はめ合わせの調整を行い、破損予防としておきました。胸のパーツだけでなく、頭部の上下のはめ合わせや足や腕など複数箇所のピンを少しカットしています。こういう作業はガンプラではほとんどやらないんですけど、折れやすそうなパーツが多かったんですよね。細長いデザインだから仕方がないのかな。分解して塗装する方は注意しておく必要があると思います。僕はパーツを一つ折ってしまいました。オメガモンの特徴として、ウォーグレイモンとメタルガルルモンがそれぞれ腕になっていて、左右非対称のデザインになっていますね。オメガモンといえば初出はカードゲームらしいですね。この間オメガモンを検索していたら、カードゲームのレアカードかな、オメガモンが30万円で取引されているのを見かけてびっくりしました。そんなにするんですね。どのくらいの割合で封入されるとそんな値段になるんでしょうか。おじさんびっくりです。デジモンのカードゲームは人気があるんですね。カードゲームはやったことはないんですが、よく行っていた中古ゲームショップのゲーム売り場が日に日に縮小されて、カードゲームの対戦場になったのを見たことがあります。まさかデジタルゲームがアナログゲームに駆逐される時代が来るとは思いもよりませんでした。カードゲームの話はもういいか。オメガモン X 抗体のキットですが、型のパーツがデュークモンとほとんど同じものを使っていました。マントの骨もよく似ています。造形は微妙に違いますが、ある程度データの流用がなされているのかもしれません。この成型色いい黄色だな。ということで、全てのパーツが組み上がったので、並べて組み立てていきます。ということで完成。ズームアウト。トゲトゲ。ハリネズミみたいですね。めっちゃ尖ってる。トゲトゲが多いので可動範囲は狭いかなと思っていたんですが、思いのほかよく動きます。トゲトゲ部分を避ける必要はありますが、可動範囲のポテンシャルは高いですね。肘にロール軸がついているので、ポーズをつける際に自由度が高まります。結構大事なポイントですよね。一応左腕も同様の可動ができます。肩のブレイブシールドもボールジョイントで稼働。
マントはデュークモンより本数が多くて派手ですね。めちゃくちゃ長いオメガモン X 交代の足は思ったより動きますよ。膝が二重関節なのでダイナミックなポーズもバッチリ。そして肘のロール軸がいい仕事してます。手足の長さと可動が相まってポージングがいちいちかっこいい。しかし塗装派には辛い現実が。各部のエメラルドグリーンがほとんどシールでの色分け。このキットは結構いいお値段するのでパーツ分けをしてほしかったな。文句を言っても仕方ないのでバラして塗装前の処理を行いましょう。あんためっちゃトゲトゲやね。まずはゲート処理をやっつけちゃいましょう。こういう目立ちにくい細い部分にあるゲート跡は下村アレックのシャインブレード6で削るだけで十分。水溶き可能なステンレス製のヤスリなので削りカスが舞うのを抑えられるのがいいですね。こちらはメタルガルルモンの顔。頬のところに引けがあるのが気になったのでファンテックの面出しスクレーパーで引け処理をしていきます。引けはプラスチック樹脂にはつきもので溶けたプラスチックが固まるときに少し縮むんですが、プラスチックが多く使われているところほど縮んだ影響が見えやすくなります。パーツの裏側にダボなどがあるとその形にへこんでしまう。これが引けの正体です。平面であってほしい場所にあると気になってしまうので処理をしています。まあやらなくてもいいと思います。さてこちらは足のつま先。あんまり尖ってないですね。これまでのアンプリファイドのキットは尖ったパーツが多かったように思うんですが、安全対策がされたんでしょうか。シャープ化してかっこよくしてみます。余ったランナーを細切れにして瞬間接着剤と効果促進剤で接着をしていきます。接着面をヤスリで荒らしたところに効果促進剤を塗布。続いて瞬間接着剤を細切れにしたランナーにつけて接着。取れた。再び接着。ちゃんとくっついてくれるかな。効果促進剤もやっておきましょう。瞬間接着剤が固まったのでつま先を切り出していきます。ニッパーで切ってざっくり形を出していきます。接着が甘かったのかランナーが取れてしまいました。改めて接着し直して作業を続けていきます。これで形が出たかな。あとはヤスリで形を整えて、これでパーツが一体化。表面処理をしてフィニッシュプレートで磨いて傷がないか確認。問題なさそうですね。ピンピンにシャープになりました。それでは楽しい塗装の時間です。今回もサーフェーサーを使わないサフレス塗装でいきますよ。タミヤのクリーニングブラシでホコリと静電気を除去。 EX ブラックを塗装していきます。缶スプレーでもテカテカ塗装はできますかという質問を時々いただきます。缶スプレーでのテカテカ塗装はやれないことはないですが、陶工房でやっているような薄く塗り重ねる塗装はちょっと難しいかな。缶スプレーって扱いが難しいんですよね。エアブラシは気圧や塗料の突出量をある程度正確にコントロールできますが、缶スプレーだと全て勘に頼ることになります。それは習得が難しいということで、万人がその域に達するのはなかなか難しいと思います。同様に筆塗りでもテカテカ塗装はできますが、それはもはや漆塗りのようなものなのでとても難しいんだろうなと思います。ローズディープレッドでマントの骨組みの下地塗装。エアブラシは上級者向けの塗装用具だと思われがちなんですが、缶スプレーや筆に比べれば習得するのは簡単だと思います。続いて白装甲をニュートラルグレー1で塗装。まあエアブラシはお金も場所も必要なのでお手軽ではないですけどね。肩の金色パーツもニュートラルグレー1で塗装。手っ取り早くテカテカ塗装をするならエアブラシが一番簡単かなと思います。もちろん缶スプレーでテカテカ職人を目指すのも面白いのではないでしょうか。
こちらはスターブライトシルバーで塗装。低気圧でふわっと均一に塗装できるのもエアブラシの利点ですね。テッカテカになった。続いてはガンメタル。ガルルキャノンや関節など黒いパーツを暗いメタリック塗料のガンメタルで塗装しました。渋くて大好き。続いては今回の主役、スターブライトゴールド。下地にディープローズレッドを塗装したパーツに金色を上塗りしてゴージャスな金色にしていきます。この色は最近のお気に入りですね。ロイヤル感、ゴージャス感、なんだかリッチな感じがたまりません。続いてはニュートラルグレーワンを塗装したパーツ。明るい色にスターブライトゴールドを重ねてみると、明るく品のあるゴールドになりました。こうして見るとディープローズレッドのゴールドは力強さがありますね。続いてはクリアオレンジ。動画では初めて使うんだっけ？これをスターブライトシルバーを下地にしたウォーグレイモンの頭部に吹き付け、これが3つ目のゴールド。クリアオレンジでのキャンディーオレンジ塗装ですが、ゴールドにも見えますよね。古代感がある気がする。続いてはクリアレッド。スターブライトゴールドを下地にした塗装で、これまた最近お気に入りのキャンディーゴールドレッドを塗装。1層目を薄く塗装して、乾燥を挟んで2層目を塗装開始。一度に濃く塗装してしまうとムラや塗料のたまりができてしまいやすいので、少しずつ塗装しています。3層目を塗装して、もうちょっと赤くてもいいかな。4層目を塗装。随分と力強い赤色になってきました。ウォーグレイモンっぽさが出ている気がします。続いてはミスタークリスタルカラー。アメジストパープルでメタルガルルモンを塗装。メタルガルルモンの頭部って紫でもない青でもない微妙な色なんですよね。ミスタークリスタルからサファイアブルーを重ねて表現できないか挑戦。メタリックブルーバイオレットで塗装してもいいんですが、いろいろ挑戦してみないとね。塗っては見たもののよくわからない色だな。青と紫が同時に見えるというか、混ざってないですね。不思議。もうちょっと明るくならないかな。パールシルバーを重ねてみます。パールシルバーもサファイアブルーとアメジストパープル同様、下地の影響を受けやすいパール系の塗料なので、色を透かしつつ明るくなるのではと試しに塗ってみましたが、なんだこの色。白くてメタリックカラーという不思議な感覚。これはこれで面白いのでよしとしましょう。白い鎧。装甲にもパールシルバーを重ね塗りして白騎士っぽさを演出。パール系の塗料は明るい色の上に塗りすぎると若干黄色くなってしまうので要注意。パール塗装していない右側と比べると気品のある光沢になりました。ということでエアブラシでの塗装終了。1つ目はニュートラルグレーワンを下地にした金。2つ目はディープローズレッドを下地にした金。3つ目はキャンディーオレンジの金。めっちゃ綺麗。1、2、3。あれ、金色3色しかないじゃん。ということで4色目はみんな大好きシタデルカラーリトリビューターアーマー。筆塗りしていきますよ。以前デュークモンを塗装した時、エアブラシで塗装した金と筆で塗装した金の色の差が気になって塗り直したことがありました。しかし今回は金色が複数あるので色の差が気になることはないというしたたかな計算による塗装です。これぞ木の葉を隠すなら森の中作戦。まあ今思いついたんですけどね。筆塗りでのメタリック塗装も難しいんですが、シタデルカラーだとあまりムラが気にならないのがいいですね。この後行うウェイストーングリーンでの塗装はクリアーカラーなのでちょっとムラが気になる部分もありますが、そういう時は見なかったことにするとしておけば問題ないですね。前回の横浜ガンダムへのコメントありがとうございます。パーツをなくしちゃいそうな物量ですねというコメントをいただきました。はい、パーツは一度なくしましたよ。しかしちゃんと見つける自分の才能が怖い。今までプラモを作っている時にパーツをなくしたことは何度かありますが、全部見つけ出しているので何とか完成させられています。
以前に武者ガンダムを作った時、指のパーツだったかなをなくしたんですが、どこにあったと思います？パンパンに詰まったゴミ箱の中、しかも塗装用手袋の親指部分に入っていたのを見つけ出したことがありました。どうやったらそんなとこに入るんだ。見つけるといえば、以前住んでいた家の庭に指輪が投げ込まれたことがあったんですよ。カップルが喧嘩してたようなんですが、草がぼうぼうに生い茂っていて、指輪を投げられた彼氏は諦めていた感じだったんですが、一瞬で指輪を見つけて返してあげたことがあります。さすがに自分でも引きました。他にも動画を待ってたよとか、生きているか心配だったというコメントもありがとうございます。のんびり好きに作っているのと、失敗して時間がかかったりすることも多く、いつ完成するかわからないので、気長に待っていていただけると嬉しいです。動画の右下にある通知ボタンを押しておくと、更新があったことがわかるらしいと聞いたことがあります。押しておくといいかもしれませんね。もしくはインスタグラムで時々生存報告をするようにしたので、そちらも覗いていると何か更新があるかもしれません。ないかもしれません。出来を褒めてくださる方も多くて嬉しいです。自分で言うのもなんですが、あれだけ大きなものがテカテカしているのを見るのは気分がいいです。イラストでもない、模型でもない、何か本物がそこにあるような不思議な感覚です。現実のような、そうでないような、ただそこにあるという感覚で、いやらしにくい気持ちになる塗装でした。他にもコメントが、塗膜が厚くなって組み立てるときに塗装が剥がれたりしないんですかという質問。あんまり気にしたことはないんですが、そもそもかなり薄く塗装しているのと、ダボやパーツが当たる部分にはあまり塗装しないようにしているので、トラブルにならないのではと思っています。今塗装しているのは台所用洗剤で薄めたナルンオイルで、筆塗りで縁がガタガタになっているのをごまかしています。薄い塗料で縁をグラデーションにしてなじませているんですね。この手法は結構効果的なのでおすすめです。海外からの質問で、デカールのフィルムはどうやって剥がしてるのという質問が多いですが、日本ではフィルムが剥がせるデカールが売っています。特別なデカールで、もしかすると日本でしか売っていないかもしれません。探してみてください。横浜ガンダムで当工房を初めて見たという方も多く、その中でナレーションに魅力を感じてくださった方もいらっしゃいました。ありがとうございます。皆様が褒めてくださるのでいい声にしようと、日々鍛錬の毎日です。制作時間はどれくらいかかったんですかという質問もいただきました。多分200時間はかかってないと思いますが、数えたら死んでしまうので気にしない。あとね、みんな苦行苦行ってコメントが多い。大変だけど楽しいですよ。すぐ見でもたっぷり楽しめるのでおすすめですよ。さあ、部分塗装の終了、組み立てていきますよ。傷をつけないようにするため、取っておいたグレイソードなどを組み立てていきます。このグレイソードをシールではなく、文様が印刷されたペットシートをクリアパーツに挟み込んで表現するという手法で、テカテカ具合がいいですね。シールだとシワになったりしちゃいますからね。透明感のあるペットシートとギラッとしたメタリック塗装がいい感じにマッチしていますね。マントも組み立てていきますよ。台紙からゆっくり慎重に剥がしてくださいという指示通り、ゆっくり慎重に剥がしましたよ。動画内では説明書が登場しませんが、ちゃんと熟読して作業してますからね。ということでマントが完成。なんだか扇みたいですね。すべてのパーツが整ったので、並べて組み立てていきます。組み立ては至福の時間です。楽しいですね。オメガモン X 抗体はトゲトゲがとにかく多いので持ちにくいですね。トゲトゲ部分でパーツを傷つけないように気をつける必要があります。静電気防止手袋をつけて作業をしているので、手が滑りやすくて緊張しながら組み立てています。ということで頭を取り付けて、
これで完成。おー、かっこいい。ズームアウト。素組みの時はちょっと白っぽい印象がありましたが、部分塗装で情報量が増えましたね。4色の金色も複雑な感じがしていいですね。マントが組み立てるだけでテッカテカ。楽ちん。メタルガルルモンやウォーグレイモンの色味が若干暗いのがコントラストになっていて深みを増している気がします。いいね。ということで今回はフィギュアライズスタンダードアンプリファイドオメガモン X 光体をテッカテカに塗装しました。入手困難なオリジナルのオメガモンの代わりにというつもりで購入したんですが、思っていた以上にアレンジが効いていてかっこいいキットでした。X 光体は他にもいるそうなのでキットがされるのが楽しみですね。シールでの色分けがもう少し減ると嬉しいな。ということでフィギュアライズスタンダードアンプリファイドオメガモン X 光体のテッカテカ塗装でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トイボールファクトリーでした。ほぼほぼトゲトゲでできてるな。